はい、今回使用するのが先日パンドラハウスさんのセールで購入したこの洗えるウルグアイウール、これを使用していきたいと思います。どちらとも並太の太さです。で、右の方が薄いグレーなんですけれども、これがカラーナンバーが117番で、左がライラックの色になってます。これがカラーナンバー121番ですねになってます。で、これはですね、ウールが 100%で、棒針は8号から10号で、かぎ針の指定が6号から8号になってます。40g 玉の 72m。これを使用して、2色で編んでいこうかなと思ってます。で、それから必要なのがハサミととじ針、それからダンスマーカーですね。で、使用するかぎ針は8号針 5mm を使用して編んでいこうと思います。はい、それでは8号針 5mm これを使用して編んでいこうと思います。でですね、今から編んでいく模様編みっていうのが8目で一模様になるんですね。なので8目の倍数ですね、8の倍数プラス1目で鎖を編んでいっていただければ模様編みが完成するので、もしもご自分でお好きな目数で編まれる場合には8の倍数プラス1目で、目数を決めてみてください。で、糸端は糸処理できるぐらいに残します。で、私は8の倍数の208目プラス1の209目を鎖を作っていきたいと思います。はい、鎖をですね、208目プラス1の209目編んできました。で、先ほど長さを測ったら、結構長いんですけれども、150センチちょいあったので、すごく長いんですね。はい。でも、ここからすごく短くなってしまうので、これぐらいの長さにして、で、1段目編んでいこうと思います。はい、それではですね、まず1段目、長編み3回と鎖が1回、長編みが3回を同じ目にまずは編み入れていきます。で、5目目のところに最初編み入れていきます。1、2、3、4、5ですね。1、2、3、4、5。5目目のところの裏山。ここに長編みを3回なので、まずはかけてから5目目の裏山に入れて、かけて引き出してきます。で、この時にちょっとここ穴大きくなるかもしれないので、このところを押さえておいた方がいいかなと思います。で、かけて引き出して、かけて2本を引き抜く。はい、これで長編みが1回編めました。かけてから入れて引き出す。かけて2本を引き抜いて、かけて2本を引き抜く。これで長編みが2回です。かけて入れて引き出す。かけて2本を引き抜いて、かけて2本を引き抜く。はい、これで長編みが3回編めました。そしたらですね、鎖を1つつけます。で、またこの同じところに長編みをまた3回編み入れます。1回目で、2回目、3回目編み入れました。そしたら次はですね、4個目のところに細編みを1つ編み入れます。ここが今入れたところで、その隣、この裏山から数えて、1、2、3、4目目の裏山に長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回で、鎖を1つつけてから、また同じ穴の中に長編みをまた3回編み入れます。1回目、2回目で、もう1回。はい。編んだら、1、2、3、4と4目目のところ、1、2、3、4目目。ここに細編みを1回。っていうのをリピートしていきます。1、2、3、4目目の裏山。ここに長編みが1回、2回、3回、鎖が1回、長編みが3回。1、2、3、
で編み入れたら123、4目目のところに細編み。はい、こんな感じで最後の目まで編み入れていきたいと思います。はい、鎖を4目残したところまで来ました。でここのところも4目目のところ、最後のこの目のところに裏山に入れて細編みを編むんですけれども、細編みのこの未完成ですね、今1回引き出したところ、この未完成の時に今度はですね、こちらの糸ですね、こちらのこの糸に変えます。はい、これでちょっとこっちもですね、糸処理できるぐらいに伸ばしておいて、これで糸を変えて、今度2段目はこちらの糸で、ライラックの糸では編んでいきたいと思います。でこっちの糸もですね、1回切って、で次編むまではちょっともう糸処理もしちゃうんですけれども、上げずにいこうかなと思います。で1回1回なのですごくめんどくさいかもしれないんですけれども、そっちの方が綺麗に仕上がるので、1回1回切ってやっていこうかなと思います。はい、次鎖をですね、2段目は3つ立ち上げます。で裏を向けます。こんな感じで綺麗にできてるんですけれども、その次今鎖を3目、ここのところ結んでおきますね。ちょっとキュッと結んでおきます。はい、で今鎖を3目立ち上げて裏を向けました。そしたらですね、この前段の細編みのところはこの長編み3目、鎖を3目立ち上げたのがもうこれ長編みの代わりになっているので、次の目からはですね、この長編みを3回編み入れて、ここ鎖です。ここ長編みを3回編み入れました。この3目、ここを3目一度の長編みにしたいと思います。かけてからまずこの長編みの一番右、ここのところに入れて引き出します。で今3本かかってるんですが、かけてから最初の2本を引き抜きます。はい、これで長編みの未完成が1回できました。で次隣かけてから次の目に入れて引き出してきます。でかけて最初の2本を引き抜く。これで長編みが未完成2本できました。でかけてから最後のところ入れて引き出します。でかけて最初の2本を引き抜きます。はい、そうすると長編みの未完成3本と、それから最初のこの鎖立ち上げたので4本のあると思うんですけど、これをかけて一気に引き抜きます。はい、こんな感じです。できたらですね、次鎖を7回編みます。1、2、3、4、5、6、7。はい、7目編んだらですね、次はかけてからこの鎖の隣の長編み3目、ここと次のこの長編みのこの3目、これを一気に引き抜いて、先ほどのようにこんな感じで作りたいと思います。まずはそのお隣の長編みの3目入れてから、今かけてます。かけて入れてから引き出して、先ほどのように未完成をまず1回作ります。でかけてそのお隣2本を引き抜く。で今2回できました。でかけてすぐ隣ですね、ここに入れて引き出します。でかけて2本を引き抜いて、今こんな感じで先ほどと同じですね、4本かかってます。はい、でそのままですね、今度はこちらの123と3目あるのをこんな感じで未完成を作っていきたいと思います。かけてからここですね、長編みのところ、一番右の長編みのところに入れてかけて2本を引き抜く。はい、これで12345本かかってます。かけてから次入れます。引き抜いてかけて2本を引き抜く。はい、
これで6本です。でかけて一番最後入れて引き出します。でかけて2本を引き抜いて、これで1234567本かかっているのを一気にこれをかけてから引き抜きます。で鎖を7回です。1234567、はい、7回編んだらまたそれの繰り返しになります。かけてから今入れたとこ鎖で長編みが3目あると思うんですけど、この一番右の長編みから未完成を今1回で次入れて未完成が2回かけて次のところ未完成が3回、はい、できました。でこの細編みを抜かして次の3目のところをそのまま未完成がこれで4回目、その隣、はい、こんな感じで12345回ですね。であともう1回6できたのを一気に引き抜きます。でまた鎖が7回、1234567でこれをまた繰り返すっていう感じで最後の目までずっと編み入れていきたいと思います。はい、ここまで編んできました。あと残りここに鎖と長編み3目で鎖を最初立ち上げたところがある状態で、今ここ一気に引き抜いたところまでなんですけど、ここで鎖を7つ編みますよね。1234567と7つ編みます。そしたらもう最後も同じようにここに入れた後の鎖、その後の3目、ここのところに未完成を3回編みます。1回目2回目で3回目で4本かかってると思うんですけど、これを一気に引き抜きます。はい、でここからですね、この長編みを3目立ち上げたと思うんですけど、ここの123目目、もうだいたい3目目のとこですね。こっちから見たら123で、ここが4目目で、この長編みの頭になります。この4目目のところにこの長編み3目分のま鎖ですよね、これがこう来てるって感じなので、一番最後はここの目になります。でここのところにかけてから、もうどこでもいいので、私だったらここにプツってこうありますよね、これ裏山のその間ぐらいに入れて、ここで長編みを1回編みます。はい、これで2段目の完成になりました。はい、それでは次3段目です。鎖をまず3目立ち上げて表を向けます。で表を向けたらですね、ここのところ間が空いてると思うんですけど、ここ鎖を3目立ち上げて3目目に引き抜いたところです。ここのところに長編みをあと3回編み入れます。かけてから入れて引き出して2本を引き抜く、かけて2本を引き抜く。で今1回2回で、あともう1回、はい、3回編み入れました。で次なんですけれども、ここに鎖をね7目編んだと思います。1234567、7目編んだんですけど、ここのところとその下に前段でこう鎖を編んだと思うんですよね。この薄いグレーのこのトップのところ、ここのところにもうスポッと入れて細編みを1つ編み入れます。はい、ちょっとキュッと締めますね。で次はこの一気にこう引き抜いてまとめたところ、この真ん中の穴のところ、ここに長編み3回、鎖が1回、長編みが3回、これを編み入れます。かけてから真ん中に入れます。で引き出してきて長編み
まずは3回です。1回目で2回目で次3回目で鎖が1回で、また同じ穴に入れて長編みを3回編み入れます。1回2回で、あともう1回3回。はい、そうするとだんだんとちょっと形になってきましたよね。でこの長編みじゃないです、すいません、この鎖を編んだところと前段の、この鎖、ここのところを合わせていきます。で次はまたこの真ん中のところ、ここのところに先ほど同様に長編みを1回2回で、もう1回3回で、鎖が1回で、また長編みが3回、これを編み入れます。1回目2回目で、またで鎖とこの間に細編みを編み入れるっていう感じで、3段目はずっと最後まで編み入れていきたいと思います。はい、ここまで編んできました。そしたらですね、鎖を3目入れたところのまた同じとこですね、この穴の中に長編みを3回編み入れます。1回目2回目3回目。はい、編み入れたらここ3目鎖を立ち上げたと思うんですけれども、3目目のところにまた長編みを編み入れます。でここが長編みの頭になるんですね。ここのところの、こっちから見ると分かるんですけど、このビヨーンと伸びたるところ、ここが長編みの頭になるので、その隣のところっていうとちょっと小さくなっちゃってるので、もう私はそのまま入れようかなと思います。ここのところにもそのまま入れて未完成を作って、また次ですね、こっちの糸です。薄いグレーの糸、これで糸をちょっと変えて次上の段に編んでいこうと思います。でもう変えちゃったらこっちは糸処理できるぐらいに伸ばしてもらって、ここでもうすぐに鎖を3目立ち上げちゃいます。そうすると抜けないので、それでこっちの方は糸処理できるぐらいにカットして、この糸端同士をこんな感じで結んでおきます。はい、これで次上の段に編んでいこうと思います。はい、それではですね、今鎖を3つ立ち上げました。であともう一つ鎖をつけます。なので最初立ち上げ4段目は4つ鎖を編んで、それで裏を向けたいと思います。はい、でここからはもう2段目と一緒なんですけれども、立ち上げて、今4つ鎖を編んでからかけて、この長編み3目、ここのところに未完成を1つずつ作っていきます。1回目、その隣2回目で、あともう1回3回目。はい、でまたこれを抜かして次の123目、ここをまた続けて未完成なのでかけてから次の長編みのところにまずは1回目で、次2回目かけて、一番最後ここのところにまた未完成を作って、未完成が6本ですね。12345と6本と、最初のこの鎖の立ち上げたところで今7本かかってるんですけど、これを一気に引き抜きます。でまた鎖が7、1234567 7つつけました。でまたここから編んでいくっていう風な感じで、もうここからはわかると思うので、同じような感じで最後までですね、ずっと編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで編んできました。でここのところが、一気に引き抜いてまだ鎖をつけてないんですけれども、ここは鎖を3目編みます。で編んだら鎖を3つ立ち上げたところ、1、2、3目目、こ
ここのところに入れて細編みを1つ編み入れます。はい、これでこの段の終了になります。はい、それでは次上の段です。まずは鎖を1つ立ち上げて表を向けたいと思います。で、向けたらですね、前段の細編みの頭に同じく細編みを編み入れます。で、ここからはもう同じなんですけれども、この円の中、最初に鎖を1つ編んだところですよね。ここのところ。ここのところに長編みが3回と鎖が1回、長編みが3回を編み入れます。はい、編み入れました。そしたらですね、同じように前々段のこの鎖のところ、ここに入れて細編みを編みます。で、またこの穴の中に、長編み3回、鎖が1回、長編みが3回を編み入れるっていう感じでずっと最後の目まで、もうここからはわかると思うので、一番最後の目、ここまで編み入れていきたいと思います。はい、端まで編んできました。そしたらですね、この前段で長編みを編んで一抜き、前々段ですね。で、長編みを一抜きで書いたところあると思うんですけれども、ここのところに細編みを、この色の変わってるところですね。細編みを編みます。で、その未完成の時に、またライラックの色にチェンジします。これで引き抜いて、で、糸処理できるぐらい伸ばしてもらって、こっちのところももうカットして、糸処理できるぐらいに残しておいてください。で、こう見るとですね、ここが2段で、そしてから、ライラック2段で、この薄いグレー2段で、その上今これ変えたんですけれども、ライラックの2段が2段、薄いグレーが2段っていう風な感じで2段2段にしていこうと思います。で、5段目、今ここ編んだと思うんですけど、1、2、3、4、5段目。ここのところがこう1段目と同じなんですね。で、その上の段っていうと、またこの2段目と一緒になるので、もうこっからはもう同じようにリピートで編んでいっていただければいいかなと思います。もうこんな感じで、ちょっと今回淡い色同士でしたんですけれども、違和感なく、なってるんじゃないかなと思います。すごい可愛いスヌードに出来上がりそうなので、ここからもご自分のお好きな長さに編んでみてください。では最後まで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで13段編んできました。で、薄いグレーがこれぐらい。で、ライラックの色があと残りこれぐらいになってます。で、これ結構2段編むとなると、毛糸の量っていうのが長編みで編んだりとかしてるのでいると思うんですよね。でもこっちの色はもうこれだけしかないのでもう編めないんですけれども、多分もうここを2段編むとしたらこのライラックの色も足りなくなると思うんですね。で、一番下のところをこういった感じで最初鎖でこう編んでいるので、ここぺったんこにこうなってると思うんですよ。あとこの一段上をですね、この部分ですね、ぺったんこになるようにここのところを編んでいこうと思います。で、一番最後に今13段まで編んで、14段目の時にこう色を変えていると思うんですよね。こんな感じで。で、ここのところを編むのをちょっと違った編み方を最後しようかなと思います。こんな感じで編めるような感じで編んでいこうかなと思います。はい、次は14段目です。鎖を3で立ち上げて裏を向けます。でもうここからは一緒なんですけれども、この扇模様のところですよね。ここのところに1つずつ入れて、まずは長編みの未完成を3回です。1回目、その隣に入れて2回目。で、もう1個、その隣に入れて3回目。で、これを一気に引き抜いて、で、ここから鎖を7つやってからまたここから模様編み、ここから模様編みこう入れてって、一気に引き抜いて鎖が7つってしていったと思うんですけれども、ここのところをこんな感じに私はしていきたいんですね。で、この時って4つ目に模様編み、4つ目に細編み、4つ目に模様編み、4つ目に細編みっていう風な感じでしてったと思うんですけど、これの逆バージョンをもうこっちでしようと思います。
はい。で、今ここまでいったら鎖を3つです。鎖を3回編んで、ここの模様編み、長編み長編み3目の真ん中の鎖のところに細編みを1目編み入れます。はい。で、編んだら今度鎖を3つ編んで、また同じ模様編みをここに編み入れていきます。1回、未完成をまず6回なので、1回、2回、3回、でもう一つこの隣、4、5、で、あともう1回、6。全部を一気に引き抜いて、で、鎖を3つつけます。7つじゃなくても3つです。で、このトップのところ、ここに細編み。で、鎖が3回。で、また同じ感じでもう、ここからは、模様編みですね。1回、2回。で、鎖が3つ。で、またこのトップのところに細編み。っていう風な感じでいくと、逆バージョンでこことここが同じようになるので、こんな感じでずっといきたいと思います。そうするとこの毛糸の分がちょっとのこっちとか残っちゃうんですけれども、うまいこといくので、本当だったらここポコポコって出していったらいいと思うんですけれども、毛糸の力加減じゃないですけど、毛糸の量で、こんな感じにもしようかなと思います。はい。ではこんな感じで最後までいって、そして糸処理をして輪にしたら終わりなので、あともう少しですね、頑張って編んでみてください。はい、最後はですね、長編みを編んで、これでおしまいになります。はい、こんな感じで出来上がりました。で、できたら、ここのところをもう糸処理したいので、糸処理できるぐらいにカットします。でですね、結構糸処理するところがあると思うんですよ。私は、つないだとことかもあるし、あとここのとこですよね、右のところ、すごくいっぱいあるので、ここを糸処理を今からしていきたいと思います。で、この模様編みはもう表も後ろも同じ模様編みになっているので、どちらを裏にしてもどちらを表にしても大丈夫なんですけど、まず最初にご自分で表にするところを決めてもらって、待ち針かなんかで、ダンスマーカーでも全然大丈夫です。どちらが表かっていうのを決めておいた方が、糸処理しやすいと思います。はい。で、一番最初に編んだところっていうと、ここが一番最初に鎖をこう作っていったところになるんですけれども、こっちのところが、こんな感じでこう編んでたと思うので、こっちが私はもう表にしたいと思います。で、表のところにダンスマーカーをつけたので、こちらが裏になります。で、こっちの方に糸処理をしていきたいと思います。はい、それではかなり量になるんですけれども、糸処理をしていきたいと思います。まずこっちからしようかな。かなりの量なので、ちょっと大変なんですけれども、綺麗に見えるので、はい。ではですね、この糸同士入れてった方がいいと思うので、まず一回ちょっとここのところキュッとしました。で、ちょっとだんだん、ここ鎖なので、ちょっとだん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 上に上げていきます。こんな感じで上げていって、私はもういつも、これだっていう感じで決めてはないので、ここ集めたところ一気に、そういうところがしっかりしてるので入れて、一回戻して、一目戻りました、今。
はい、全部糸処理をしてきました。で、できたらですね、この両端をこう合わせて一つの輪っかにしていこうと思います。で、どちらの色でもいいんですけど、私はですね、もう残っているこっちの糸でもしちゃおうかなと思います。どちらでも、もしも2色で使われている場合とか、3色でもいいんですけれども、どちらでもお好きな糸でかがっていただいたらいいかなと思います。で、かがるときはもう3倍ぐらいはあった方がいいと思うので、だいたい3倍ぐらいと、私は結構ちょっと多めにですね、結構残したりとかするので、それぐらいの糸を残してもらって、それでですね、ここをかがっていこうと思います。はい。で、こっちが表に私はなるんですけれども、表を内側にしてですね、それでやっていこうかなと思います。で、ここのところを一つずつ、ちょっと一つずつでいうか、この模様同士をこう合わせていこうと思います。で、合わせてですね、この模様と模様同士がこうちゃんと綺麗になるようにして、これでやっていこうと思います。で、一番端っこはここのところになるので、ここと端っこのあたりっていうと、ここですね。このあたり。ここが私の端になるので、端と端をですね、とりあえず端と端は2回ぐらいした方がいいので、糸処理できるぐらいに残して、ここのところだけ二重というか、1回ちょっとくるっとして、もう1回しとこうかな。もう1回しっかりめに、一番端、右端と左端だけは1回そんな感じにしておきます。はい。で、できたらもうここからもう合わせていくだけなので、この合わせるところと合わせるところは、同じような感じにこう糸同士が、色同士ですね、同じになるような感じにして合わせていきます。で、この色の同じところは結構全然普通にザクザク入れても全然色が一緒なので問題ないんですけれども、色が違うところですよね。そこがちょっと気になったりとかするので、はい、ここまで行きました。こっちを見ると同系色同士なので全然わかんないと思うんですよ。けどここのところって色が違うので、ちょっと綺麗めにちょっとここのところは色が違ったりするので、はい、こんな感じで最後までこう合わせてきました。表を見るとこんな感じですね。はい。で、できたらですね、糸処理をしていきたいと思います。ここのかがったところあると思うので、かがったところにちょっと一回くぐらせます。こんな感じでくぐらせて、ちょっともう一回ぐらいちょっとここ行きますね。もう一回ぐらいこの穴にちょっと入れてくぐらせます。はい。それからですね、うじょうじょうじょうとこのかがったとこのあたりをこう入れていくと、間ですね、このかがったここのとこですね、この中に入れていくと、ここが一番しっかりしているところなので、よいしょ、このあたりにで入れて、ちょっともう一目だけちょっと戻ります。いつも通りに。で、あと数目どころか結構真ん中のあたりまで私は行ってから糸を割って
出します。今ここからこの辺りまでビュッと出しました。そして際でカットしておきます。これで一つできたので、こっちも同じような感じで処理をします。はい、これで出来上がりました。ここがつなげたところで、表を見るとこんな感じですね。ちょっとここのとことかちょっと目立つかもしれないんですけど、そんな気になる程度ではないですね。で、表にしておいた段数マーカーを取って、これで出来上がりになります。はい、出来上がったので、最後に大きさだけ測っていこうと思います。縦が17センチぐらい。で、横がですね、ちょっと入りきらないんですけれども、端から測ると、だいたい60センチぐらいですかね。の大きさになってるので、輪っかにしてるので120センチぐらいですかね。の長さになっています。はい。今回はこんな感じの可愛い模様編みのスヌードを編んでみました。ぜひ編んでいただけると嬉しいです。はい。今回の動画はいかがだったでしょうか？はい。今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録をまだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。